速攻で銀行に金借りに行ってでも箱スカ楽しいんだよ。 L 型エンジンも好き、 S20 エンジンも好き、 GT と GTR、両方楽しめる人生。スカイラインは輸出されてない車だから、日本に残したいと。ちょっと今めちゃくちゃ気合入りました頑張ります。ありがとうございます。サンダーオートガレージ。ぶっちゃけの話で、はい、良ければなんだけども、うちの場合はね、うちはもう基本は箱スカ専門店でやってて、はい、GT も GTR も GTX も何でもやるわけね、はい、よその中古車さんみたいに CA とかじゃなくて、はい、うち乗ってたお客さんが、はい、まあ、理由があって手放される。そう、ちょっと本当に語弊があって申し訳ないんだけど、はい、本当に欲しい人の元に行ってほしいから、じゃあ俺は面接する。そういったお話めっちゃ聞きたいんですけど出せます？いやでも海外発信だからダメだよ。持ってきたくないですもんね、向こうには。そう、俺は、俺鎖国派だから。あ、それもお話ししてほしいです。海外に持って刺されるじゃん。大丈夫です、大丈夫。俺刺されるやつじゃんだってそれ。なんかやっぱ日本の宝じゃないですか。文化としてね、スカイラインに関しては、輸出されてない。そうですよね。車だから、日本人としては、日本に残したいっていう思いが。僕も同じ気持ちです、それは。あるから。はい。でもまあその銭金でみんな動くから、日本で2500万で、海外行ったら5000万になるってみんな売るわけだよ。ガンガン出ちゃってますよね。で5000万でもだってさ、申し訳ないけども外国の人からしたら会社だからね。僕らそれも国産車でさ本当に好きで、ね、本当に好きでっていう人だったらば考えるけども、まあ金に物言わせてじゃないですけど、そんなに好きじゃない人に売りたくない。そうですよね。正直国内からはスカイラインは出したくない。今の使っちゃダメですか？めちゃくちゃお話面白かったんですけど。別に構わないけど。いいですか？ちょっとマイクごめんなさい。そうですよね。なんか3、4とかめっちゃ出てっちゃってるじゃないですか。25年ルール終わって。終わってからね。残したいっすよね、やっぱり。まあそれはさ、34とか33とか32のね、そのこだわってるショップがあれば、そこの考え方でいいわけだし、うちはもうとにかくこの C10 系の箱スカに関してはっていうね。なるほど。うちはもうこれしかやらないから、なんとかな大事にしたいっていうね。なるほど。だってこのバンだって54年間生き残ってるこのスカイラインのバンなんかないからね。当時で言ったらまああったけど潰されちゃってる。そうそう、商業車なんて使い終わったらみんな潰されちゃうから。そうですよね。だから今生き残ってるっていう部分でね、でその生き残ってきた車を大事にしたい。なるほど。だから逆にこういう車を車庫端にしてカスタムはしてほしくないできるんだったらこの状態で次の世代に引き継げる人。だこれも、そうまあ GTR でね、スチールホイール履いてて、であと内装もオリジナルで、でもこれ例えばの話が一気にもう違うところに行った場合ね、一気に車庫端になって一気につらいちになってでシートもレカロになるわ、ねっていう形には俺はしたくない。残したいっすね。残したいっていう、であれば次のやっぱりオーナーさん次第というか面接されるのもすごい、そういうことそういうこと、だから予想売らないよね、転売しないよね、でどういう思いがあってスカイライン乗りたいのっていう、そっからで例えばの話がいや昔親父が乗ってて、本当に子供の頃から助手席乗っててね、いつかは乗りたいと思ってたと、親父と同じ車乗りたいと思ってたと、っていうお話でアルバムとか持ってこられたらばこれ僕ですとかってなると間違いないですね。ああそっかってじゃあ買うかみたいな。その意味の横断なんですか。そうだ、うちの価格横断は金額が決まってて、ね、いくらですかおいくらじゃないの。人次第。まあ人次第というか、金額あったとしても売るか売らないかって話ですもんね。そう僕だからこれ言うと本当に語弊があるんだけども、でもう買う買わないもお客さんの自由だけども、売る売らないも俺の自由みたいな。うちの場合はね、普通中古車はそうじゃないから、1円でも高値になるやつに売るのが中古車だから、あくまでも文化論の話。うちはもともと戦前から自動車整備工場やってるから、それに関してやっぱり走る曲がる止まるっていう部分が一番大事。なるほど。それとやっぱこうなんていうかな、メーカーが出した姿で、やっぱりある程度オリジナル。本来カスタムカーって文化もあるとは思うんですけど、ありますあります。カーデザイナーが作ったデザインに手かけるのって結構大層なことじゃないですか。そうだからまあ僕なんかはどっちかって言ったらば、そこは大事にしたい。なるほど。でもこれなんかだと
普通に使えるように、はいこれだって GTR にクーラーなんかつけられないからこれ入れて電動コンプレッサー。あーなるほど。電動コンプレッサーだったら別にプーリーもいらなければ、はいエンジン駆動もないし、はい、じゃあ別にファンでかくしてとかじゃなくそれでいけちゃうんですか？そうそれでいけちゃへーう。これパワーステもついてるから、そうそうそうへだからまたそういった形で、はいなんとか乗ってく。でもなるほど。側はそんなに変わらないっていう。はいはいはいだからモディファイっていうのはまあその程度、なるほど。カスタムというよりかはもう現代の気候に合わせて、うん、そうそう、なるほどですね扱いやすくて乗りやすくて、はい今でもちゃんと旧車はこう一般でも普通に乗れる、はいその趣味の車として日曜日にね、毎週日曜日に1回だけねぐるっと乗って車庫にしまって眺めて見るんじゃなくて、なんか普通に乗ってってなるほど。遊びに行くっていうそういうふうにしたいですね。そういうことなんですね。ちなみにこの1台だけは売らないみたいなのを隠し持ってたりしないですか？それ自分の車な、なるほど。自分の車はもう一生乗ろうと思ってるから。もう同じく箱スカ。箱スカ、俺箱スカ、俺ね、18から箱スカ以外乗ったことないから。マジっすか？箱スカ以外所有したことない。俺ちなみに、はいあそこにあるあれ L 型エンジンなんだけども、はいあれ18で買った車だからマジっすか？まだ乗ってるから何年今おいくつですか？俺60もう超えたけど、じゃあもうちょっとで半世紀ぐらい。まあそうだね。やばいっすね。めっちゃごめんなさいアホな質問で、足車でワゴン R とか持ってたりしないですか？持ってないよ。あれでもう俺箱スカだから GT と GTR と2台持ってる。あその時のその使い勝手用途に用事ででも使える両方とも箱スカだから別に32とか33の GTR じゃないから、箱スカの GTR と箱スカの GT、はい両方持ってて箱スカ屋だから、L 型エンジンも好き S20 エンジンも好き。ちょっとぐらい浮気しようと思ったことないですか？今までの人生50年ぐらいで、これだったら欲しいかもって車あります？サーキットの画見た時に、はいなんか D のかっこいいなとは思ったことはあるけども、分かるでしょ、なんとなく全く別の自分がいたらそっち行っちゃうかもしれないですよね。行くかもしれないね。なるほど。でも、サーキットの狼の漫画の中で、はい筑波サーキットのエーライ模擬レースで、はいね、吹雪のロータスとかかっこいいなと思うけども、はいバーンとかってクラッシュしてる GTR とかも、いやーかっこいいなっていう。なるほど。俺は別にクラッシュしても GTR の方がいいやって、なるほど。俺なんか D のじゃなくていいみたいなさ。不愛ですね。そうそうごめんなさい。ミニバン買おうとか思ったことはないんですか？だからうちは子供らがかわいそう、子育てもされたっす。俺今ちょうど最近子供生まれて、趣味で乗ってた車以外にファミリーカーを買ったぐらいなんですけど、そういう時期なかったっすか？ない貫いたんすね。でもさすがにさこの暑さになってきてね、はい。夏の渋滞で温泉旅行に行ってド渋滞はまってオーバーヒートしてとか、でこの炎天下で子供がかわいそうだから、はいはいだからもうその時はしょうがないからレンタカー借りる。でも買わないんすね。買わないでレンタカー借りると、はい子供が、はいお父さんこの車ってボタンを押したら窓が上がったり下がったりするよみたいなさ。奥様と大丈夫ですか？もう母ちゃんはだってほら悪いけども、はいね俺の場合はさ、いだって文句言われんじゃん、はいね俺お前より先に付き合ってんのかなこれだけの話だよ。そう18からっすもんね。そう文句言われたらお前より先に付き合ってんだ何言ってんだよこれだけの話だよ。なるほどっすね。そう男っすね。やっぱ車は男のロマンだから間違いないですね。母ちゃんもらってから後から買ったら言われてもいいよ。それ早いもん勝ちなんですか？もう一番大事じゃん。なるほどっすね。そうちょっと奥様よりも大事にされてるお車見てもいいですか？全然サンダーオートガレージ。でさやっぱりさ18とかの頃だと、はい GTR なんか高くて買えないから、はいだからこの普通のはい L 型エンジンのはい GT を買って、はい。いかに GTR に近づけるかっていう。もう文化ですもんね。そうそう ER も BNR っぽくしてみたいな。そうもうスカイライン文化っすよね。そうスカイラインの文化、はいだからそういうモディファイ、なるほど。を、全部していく中で、はいこっちに関してはチューニング側はそのままで、はいいかに一般車に負けない車にするか、 3.2 リッターフルチューン。キャブ、はい。ウェーバーつけて、はいでタコヘソかマフラーでいまだに俺開発して新製品出してるからそうなるほど。だって今ねこんな、この61っつって、はいね、エキゾスト6本を1本にまとめて、はいね、でしかも1本からはい。
最後やっぱスカイラインはデュアルっていうね。出口日本ですね出口はデュアル。はい。もう50年経ってもここで商品開発するからね。たまんないですね。そう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 。箱スカははい本当に名車、って思ってるから。一生もう人生かける価値がある車。ある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 。そこに関しては。うわー、18から。でこれ18から乗ってる L 型の方でしょ。はい。で途中で俺 GTR も買ったのよ。おー、なんかそうそうスカイライン出世街道みたいな感じですよ。いやなんだけども、はい GTR が欲しくてこれ R 仕様ってね、はいそれに近づけて乗っててやっぱり悲しいかなさ、あの当時って、はい本物偽物ってこの2つしか言葉なかったの。 GTR 仕様とかっていう文化なかったからで必ず偽物扱いされる。 GTR 買った後も引き続きちゃんと愛せてるっていうのがすごいですよね。そうそうそうだから一生乗るって決めてるから。ちなみにこれうん十年経って降りるってなったらどうされるんですか、車は。俺の息子に乗らせる。引き継ぐんですね。そうそうそうだから今俺んち修理屋やってて、はいで今修行に出してんだけども、はい10年帰ってくるんだと修行だから、はいで帰ってきてで俺が例えばもう乗れなくなったとはい。言ったらばじゃあ乗るかっていう、なるほどっすね。でもそこでね、はい悪いけどもお前ただでやらないからっておー、俺苦労して金出して買ったんだから、はい苦労して金出して買った車で大事にしないから。もらった車ってそうっすよね。そうそうダメですよね。そうで GTR に関しては俺小学校3年生のボーイスカートの時に、はいそのボーイスカートの隊長がキャンプに行く時にね、俺スクールバスに乗り遅れて、はでその隊長が GTR で来てて乗っけてもらったんですか。それがもう頭の中から離れなくてずっとこれなの。小3から箱使いしてるんです。そうですげえのが、ある程度ね免許取ってこれ乗って GTR 欲しいなって探してた時に、はい。もうそれの頭しかないわけよ。そのはい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 ボーイスカートの時に乗った GTR のね。たらばスクランブルハマージの売り立ち買い出しコーナー出てたらば、はいあれっていうこれ住所さんこれボーイスカートの隊長じゃん売ってたんですか。ちょうど降りるっつって、もう速攻で電話して「内田ですけども覚えてますか?」って言ったらば「お前何172段だった?」いや172段の内田です」って内田自動車の「ああ」ってでいろんな話したらば「あそういうことだったらば今いろんなとこから声かかってるけども、はいお前に売る」っつってマジっすかで。俺小学校3年生で初めて乗った車今乗ってるマジっすか。マジそんな話あるんですね、現実に。本当の話だからでそのオーナーもはいずーっとそのオリジナルで乗ってて、はいお前だったらばナンバープレートも足立5っていう本当にシングルナンバーのナンバーも変わらなければ形も変わらないしガレージもきちんとあってメンテナンスもちゃんとする、はい。で散歩がてらお前ん家にも見に行けるからお前に譲るっつってすげえ。でただ、はい雑誌に金額出してやっから、はい俺はお前だからって言って値引きしねえぞっつって、はい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 。この金額だったら売るっつってもう速攻で銀行に金借りって金なんかないからさ、もうそれ買ってだから俺小学校3年の時に初めて乗ったそのとそうこれは18で初めて買った2台持ち二台もだこれは一生乗る、半端ないですね。でも箱スカ楽しいんだよ、そんだけもう人生かけてますもんね。だってさフロントが独立そのねマックス・パーソンストラットで、はいリアが独立圏画っていうね足回りって日産自動車で櫻井慎一郎っていう開発メーカーのね、それが作ってねだから足いいわけよ。結局この後のねケンメリ、はいジャパン、はい R30、R31 ってはい5台続いてんの。それの大元なわけであって、なるほど。だからちゃんとしてったらば扱いやすくて乗りやすい。スカイラインはちゃんと足が動く。で GTR に関してはレースで50勝したはい S20 っていうエンジン積んでるし、L 型に関しては若者がモディファイするはい L28 に乗せ替える、はいね OS 期限でピストン作るコンロット作る、ね、クランク作るで3リッターでも 3.1 リッターでも 3.2 リッターでもはいフルチューンできる、だから同じ車体だけどもエンジンは違う GT と GTR、だから両方楽しめる人生。半端ないですね。クラシックカーレースで箱スカでもレースもやってるし、はいであとレーシングカー持ってるしね箱スカのね。で高橋邦光さん日産のね伝説の伝説の、そうそう邦さんなんかもイベントの時はうちのレーシングカー乗ってへーそうそうイベント富士スピードウェイの50周年とか、いわゆるそのモータースポーツ文化の中で邦さんなんかもちゃんと乗ってくれてる。3月16日に亡くなるもう3年かなんですけども、やっぱもう邦さんすげえ好きすぎて、でもやっぱりこの高橋邦光も忘れないっ
スカイラインを忘れないっていう部分ではそういう文化活動だからそれが今土屋圭一さんお互いに国さん好きすぎて、はい、国さんの追悼するとかっていうとうちのレーシンカー乗ってもらって国さんのアートの引き継いで土屋圭一に高橋国光を見るみたいなねそれに関してはスカイライン屋としてはどうしても50章の高橋国光、スカイラインの強さ、っていうものもずっと残していきたいからスカイライン屋って言い方いいっすね。もうこれしかやらないからねぶっちゃけなでリカこれしか分かんないんだよこれ、正直言うと好きすぎちゃって、ありがとうございます。すみません、急に話しかけたのにめちゃくちゃいい話聞きました大した話じゃないけども。僕も今車屋なんですよ。やっぱりこう海外に対してうちで扱ってる車とかもやっぱり問い合わせあったりするんですけど、どっかでこう出したくねえなみたいな気持ちはありながらも、まあビジネスだしね来月の支払いがみたいなのそうちょっと今めちゃくちゃ気合入りました頑張ります。ありがとうございます。轟オートガレージ。